五徳のその後。どうする家康に学ぶ日本史。信長の長女は悪女だったのか。五徳は織田信長の長女で徳川家康の長男松平信康と結婚したが、12か条の祖文を父信長に送って信康と信康の母瀬名築山殿を殺害させたと言われている。本当に21歳の五徳が夫と姑を同時に殺害させるような悪女だったのだろうか。五徳のその後を詳しく見ていこう。五徳は1559年永禄2年、信長と生駒家宗の娘狐野の間に長女として生まれている。五徳の同母兄には織田信忠と信雄がいる。信長は生まれた子供たちに奇妙な名前をつけたが、長女には五徳と名付けた。五徳は炭火などの上に設置し、鍋ややかんなどを置くための調理器具である。信長は幼名、信忠には奇妙丸、信雄には茶筅と名付けるなどしている。五徳は姫の名前にしてはあまりに無粋なので、後に徳姫とも呼ばれている。信長は家康と同盟を結ぶと、まだ9歳の五徳を家康の長男で同じく9歳の信康に嫁がせている。やがて成長した五徳と信康の間には徳姫と熊姫という2人の女の子が生まれた。信康は17歳で武田軍との合戦で初陣を飾ると、続く戦いでは武功を挙げて、その勇猛さは近隣諸国にも響き渡った。松平信康と五徳のその後についての従来の通説は大まかには次のようである。やがて信康は粗暴な行動を繰り返して周囲の者を困惑させるようになる。そして信康は祭りでは踊りの下手な領民を射殺したり、鷹狩りで出会った僧侶を殺害するなどの残虐な行為を平然と行った。また築山殿と共謀して信康は武田方に通じようとしたため、正室の五徳が信長に12か条の祖文を送って知らせた。五徳の祖文を読んだ信長は徳川家の家老酒井忠次を呼びつけて詰問したが、忠次は全く反論しなかった。そのため信長は家康に瀬名と信康の処刑を命じた。家康は泣く泣く瀬名を殺害して信康を切腹させたという通説が最も支持されてきた。ところが近年、瀬名と信康の殺害には大岡弥四郎事件が深く関与しているという説が注目されている。この新しい説は、信康は武勇には優れていたが、経験不足のためか内政については家臣に任せきりの面があったというものである。そのため信康は家臣の大岡弥四郎を重用したが、弥四郎は徳川家の譜代家臣であった。弥四郎は計算などの才能に優れていたため、家康の下で出世して信康好きとなって岡崎の町奉行などを務めている。別の資料によると、名前は大賀弥四郎で中間という低い身分とされているが、実際の姓は大岡で信康の側近であったようである。そして1575年天正3年4月、ついに大岡弥四郎事件が勃発する。この事件は弥四郎が武田家に内通して岡崎城でクーデターを起こそうと画策したが、
発覚して未遂に終わった事件である。弥四郎は信康を切腹に追い込んで岡崎城を乗っ取り、武田勝頼を城内に引き込もうと計画した。この計画は未然に露見して弥四郎は処刑され、妻子は貼り付けの刑にされている。多くの資料が譜代家臣の大岡ではなく中間の大賀としたのは、後に事件をできるだけ矮小化しようとしたと思われる。つまり家康の譜代家臣が事件を起こしたとなれば、家康の威信に傷がつくため、名前の大岡を大賀に変えた可能性がある。岡崎当選記によれば、当時は武田氏が使わした歩き巫女が岡崎城中にまで浸透し、徳川方を攪乱していたという。岡崎城下はすでに敵国武田氏に凋落されていたのである。若い信康は武勇には優れていたが、内政面において家臣の謀反未遂事件や城下の混乱を防ぐことはできなかった。信長は長篠の戦いで武田氏を破り、武田氏との戦いが一段落した1579年天正7年、松平信康に岡崎城主としての責任を取らせて切腹させたというのである。信康の統治者としての能力を問題にされた家康は、信長の指示に従うしかなかった。また瀬名は信康の除名嘆願のために家臣に解釈させて自害したという。つまり瀬名と信康は五徳の12か条の処分によって処刑されたのではないということになる。この瀬名信康殺害事件については一次資料が存在しない。そのため三河物語や松平記などの資料に頼る以外ないが、これらの資料は神君神話により徳川家康を神格化する傾向がある。そのため織田氏出身の五徳や今川氏出身の瀬名築山殿を悪女にして江戸時代に入って物語を完結させようとした可能性がある。とすれば五徳は瀬名と共に徳川政権下の江戸時代に悪女に仕立て上げられたことになる。また家康は信長に信康の弁護をしなかった酒井忠次を生涯恨み続けたと言われている。だが信康切腹の責任を家康に転嫁された酒井忠次こそいい迷惑である。いつの時代も上司は気まぐれで身勝手で、その部下は哀れである。五徳はその後2人の娘を徳川家に置いて生まれ故郷の清須に戻って暮らした。本能寺の変で父と兄を失った五徳はその後京都に移って剃髪後建成院と名乗って質素に暮らし、78歳で逝去している。瀬名信康の殺害に大岡弥四郎事件が関与したとする説が事実だとすれば、織田信長の娘だということで気のきつい悪女としてのイメージがつきまとった五徳だが、意外と質素でつつましやかな女性だったのかもしれない。